誰もが信じた勝者の法則が沈黙のうちに崩れ落ちた。星条旗の下で振りかざされた保護主義の剣は振り下ろされた瞬間、自らの胸を貫くブーメランとなった。アメリカは自ら仕掛けた経済戦争の第一の犠牲者になったのである。滑稽に見えるこの現実は単なる関税政策の失敗ではない。それは21世紀の資本主義に根ざした即効性という呪文の崩壊であり、何が真の持続性を持つのかを問い直す時代の予兆でもあった。2025年、アメリカは日本車に 25% の追加関税を課した。国家安全保障という名の仮面を被ったこの政策は、通商拡大法232条という冷戦時代の亡霊を呼び覚まし、味方を敵に変える歴史的な実験を始めた。その裏には、国家財政の逼迫がある。1.8 兆ドルという赤字の一部を、関税という徴税手段で補おうとする、いわば禁断の賭けだった。だが、その夜明けは暗黒だった。ゼネラルモーターズとフォードの株価が沈み、ナスダックが 15% 近く暴落する様子は、まるでバベルの塔が音もなく崩れ落ちるようだった。国産車を守るはずの政策が、自国産業の首を絞めるアイロニー。この瞬間、誰もが薄々気づき始めていた。かつて、アメリカ車と誇った多くの車両が、実はメキシコ、中国、インドのラインで組み上げられていたことに、そして、それらが今、関税という矛で串刺しにされていた現実に、もしあなたがその渦中の消費者だったら、どんな判断を下しただろうか。愛国心と家計の間で揺れる選択。アメリカで生産された日本車がアメリカ車よりも安く安定的に供給される。その事実がかつての常識をひっくり返す。人々は国旗ではなく、どこで作られ、誰を支えているのかに目を向け始めた。一方、静かなる対岸の島国、日本。トヨタは1兆円の減益を予想しながらも、ただ一言を掲げた。ジタバタしない。それは無反応でも怠慢でもなく、混乱の渦中における性質の哲学だった。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災、1997年のアジア通貨危機、1985年の円高ショック、そのすべての最悪を超えてきた者だけが持つ、知の中庸という感覚。この言葉には、企業の存在理由が込められている。短期的な減益ではなく、長期的な信頼。一時の株価ではなく、数十年後の技術継承と地域経済の持続性。トヨタが国内生産300万台を守り続けたのは単なる雇用対策ではない。それは工場という名の文化財を守る行為だった。組み立て工程の一つ一つに宿る無数の非言語値、すなわち人間の手から手へと伝わる技術と心、現場に立ち、現物を見て、現実を知る。トヨタの現地現物主義は単なる合理性ではなく、混沌を超える直感の方法論だ。一度壊れたサプライチェーンを再構築するのに必要なのは速度ではなく信頼だった。そして信頼とは緊急時における静けさの中でしか育たない。あなたは思い出すだろうか。あの時アメリカで関税が導入されてからわずか数週間、価格競争力を失ったアメリカ車がショールームから姿を消し、一方でアメリカで作られた日本車が脚光を浴びるという逆説的な現象が起こったことを、トヨタはすでに20年前からアメリカに根を下ろしていた。ミシシッピのカローラ、ケンタッキーの RAV4、インディアナのカムリ、テキサスのタンドラ、そのすべてが土着化されたグローバル戦略の賜物だった。しかもその現地工場は単なる組み立てラインではなかった。部品も現地調達し、品質管理も日式で徹底し、TPS、トヨタ生産方式を基盤に持つ文化が根を張っていた。関税をすり抜けたのは偶然ではない。あらかじめ練られた20年先を読む知性の勝利だった。トヨタは単なる自動車メーカーではない。今や、モビリティの未来を構築する哲学装置として、環境規制にも全方位で対応する柔軟性を備えている EV、ハイブリッド、
FCV、ペーハー EV すべての道を開きながら、どの地にどの車が求められているかを丁寧に見極める。この多様性の尊重こそが、変化の時代における唯一の安定なのだ。一方で、アメリカの企業はどうか、3ヶ月ごとの決算に追われ、株価に踊らされ、長期の投資を躊躇する姿があった。それが、四半期資本主義の典型的な姿だった。効率性だけを極めたそのシステムは、予測不能な揺らぎの前にあまりにも脆弱だった。技術の育成より速攻の数字、雇用の維持よりコストカット。結果的に、関税という外的ショックが全ての矛盾を露呈させた。だがここで問いかけるべきはあなた自身だろう。もし、あなたが経営者だったら、次の四半期の株価を守るために、何を犠牲にし、何を守るだろう。未来か、今か、進化、数字か、多くの企業がこの問いに怯える中、トヨタは信じる時間に全てをかけた。驚くべきことに、現役予想が1兆円に達しても、トヨタの株価は底堅さを保っていた。市場はそれを理解していたのだ。ジタバタしない、というたった一言に込められた、70年にわたる経営哲学の重さを、トヨタが何を見ているのか、それを信じるに足るだけの蓄積があった。このような企業文化は、偶然に生まれるものではない。改善という言葉に象徴されるように、無数の小さな修正を繰り返すことで、長い時間をかけて形作られる。木の年輪のように、外からは見えにくいが、確かに内側で増幅している蓄積。その深みが、危機の際に、慌てない強さ、として現れるのだ。中国の投資家たちはこの対応を、教科書、として研究しているという。泣きつかず、逃げず、支え合う。その精神は、単なる倫理観ではなく、合理性に基づいた戦略であるということを、トヨタは静かに証明した。今、あなたはこの物語のどこに立っているだろうか。単なるニュースの傍観者か、それとも経済という舞台の登場人物の一人か。もし後者だとしたら、自らの選択に耳を澄ませるべきだ。声高な戦略よりも、静かに根を張る思想にこそ、未来は宿るのだから。そして、日本的経営という概念そのものが、今回の危機において世界の注目を集めた。意思決定の遅さ、変化への鈍感さといった短所が語られてきたが、極限状態ではむしろその慎重さが価値を生んだ。拙速ではなく熟慮、合理ではなく人間の感情との共鳴、冷静沈着という古風な美徳が、最先端の世界で再評価された瞬間だった。過去に何度も試されたこの問いに、再び世界が向き合わされていた。強さとは何か、成長とは何を意味するのか、危機を乗り越える術とは、果たして戦略なのか、それとも哲学なのか。2025年の関税ショックは、表面上は経済政策の失敗に見えるかもしれない。しかしその奥底には、資本主義という仕組みの分水嶺が横たわっていた。一方では、短期の利益を追求し続けるアメリカ型の市場資本主義。もう一方では、時間とともに成長することを前提とした、日本的経営の年輪主義。それは、時間をかけて根を張り、嵐が吹いても倒れない大樹のような構造だった。トヨタが全方位戦略を採用した背景には、単なるリスク分散以上の洞察があった。世界の電力事情や環境インフラを見渡し、それぞれの地域が求める現実的な選択肢を理解するという視座。EV だけが正解ではない。国によっては FCV、燃料電池車が望まれ、またある場所ではハイブリッドが唯一の解決策となる。答えを一つに絞らない。その柔らかさがトヨタを強くした。ノルウェーのように水力発電が整った国では、EV は理想に近い。しかしインドネシアのように石炭が主流の国では、EV の普及が環境に逆効果になる場合もある。こうした現実を直視した上で、トヨタはすべての人に移動の自由を、という使命に忠実であろうとした。それは、製品を売ることよりも、未来の移動という人権を提供するという倫理的な決意に近かった。この多角的な視点は、未来都市構想であるオーブンシティ、ウーブンシティ
にも色濃く現れていた。1兆円の減益が予想される中でも、この静岡県の実験都市プロジェクトは一度も止まることなく続行された。自動運転、AI、スマートホーム、ロボティクスこれらすべてが共存する都市という研究所。そこでは人が暮らしながら未来を試す計画ではなく実装、そしてその実装には人間を中心に据えるという日本的思想が貫かれていた。あなたがこの都市を歩くと想像してみてほしい。信号の代わりにセンサーが交差点を読み取り、車は静かに止まり、道端ではロボットが荷物を届けている。老人も子供も、障害のある人も、すべてが自然に受け入れられる空間。そこには、速さや効率よりも、配慮が満ちている。それが、トヨタが未来に投資する理由だった。技術のための技術ではない。人のための技術、この原点に、今再び立ち戻ろうとしているのだ。驚くべきことに、このオーブンシティ構想には世界中から研究者や技術者が集まっているという。国籍も文化も超え、彼らは一つの問いに向き合っている。人と技術はどこまで共存できるのか。これは単なるイノベーションではなく、人類全体の方向性を示す哲学的試みなのだ。そしてここでも、日本的経営の得意性が際立っていた。危機の中でこそ、未来への投資を止めない。これができるのは、今、だけを見ない経営者がいるからだ。彼らの眼差しは、数十年後の子供たちの暮らしを見ている。つまり、トヨタの経営とは、未来の商人としての責任を担う行為なのだ。一方で、世界はその動きに気づき始めている。中国の投資家は、なぜ日本企業は現役でも株が売られないのか、と分析を重ね、ドイツの自動車業界は、危機管理の教科書としてトヨタを研究している。彼らが注目するのは、数字以上に、態度、だった。それは、焦らず、叫ばず、逃げず、しかし確かに動いているという静かな振動。まるで深海を進むクジラのように、あなたも知っているはずだ。この世界では、声の大きなものが勝つとは限らない。むしろ、静かに耐え、じっくり構えるものが最後には勝者となることを。これはビジネスだけの話ではない。人生においても同じだ。目先の快楽、瞬間的な承認、刹那的な成功、それらはすぐに消える。でも、信頼や敬意は、時間をかけて築かれ、風雪に耐えて残る。あなたは今、どちらの価値を選ぶのか。このように、トヨタの、ジタバタしない、という姿勢は、経済的判断を超えた倫理的な立場だった。それは、自分たちだけが生き残ればいい、という考えではなく、顧客、従業員、サプライヤーすべてを守る、共存の誓い、だった。そしてそれこそが、今回の関税戦争において真の勝利者とみなされた理由である。実際、GM やフォードが関税によってコスト増に苦しむ中で、トヨタは現地生産と現地調達の体制によって被害を最小限にとどめ、むしろ市場で優位に立った。アメリカ国民の意識も変化していた。どこで作られたか、が、どこのブランドか、よりも重要視され始めたのだ。生産地が愛国の証とみなされ、日本車がアメリカ雇用を支えているという新たな認識が生まれた。このパラダイムの逆転は、単なる経済構造の変化ではない。それは、ナショナルブランドの終焉。と、地球的視点の始まり、を告げる鐘の音だった。国籍というラベルが剥がれ、地に足のついた存在だけが尊ばれる時代へ。グローバル化とは、国境を越えることではなく、すべての場所に根を張るということだったのだ。ここまで来て、もう一度問いかけてみよう。あなたにとって、強さ、とは何だろうか。声を荒げ、他者を打ち負かすことだろうか。それとも、嵐の中で軸をぶらさず、静かに火を守ることだろうか。もしあなたが後者の価値を理解するなら、今この瞬間、トヨタという企業の背中に何かを感じているに違いない。それはきっと、希望、という言葉の手触りに似ている。その希望は、単なる未来予測ではなく、今ここにある覚悟から生まれるものであった。企業が利潤の追求を超えて、社会的存在としての意義に立ち返るとき、
それはビジネスの言葉を超え、人間の物語として響き始める。トヨタが世界に示したのはまさにその種の物語だった。静かな確信、忍耐の知恵、そして時に全てを諦めずに守り抜く意志。それは、株式市場のチャートには現れないが、人々の記憶には深く刻まれていく価値だ。アメリカの株主市場主義に慣れきった企業が慌てふためく中で、トヨタは何をしていたか。価格をすぐに転嫁するのではなく、自らの内部効率を見直し、サプライヤーや販売店と手を取り合いながら、連帯の構造を強化していた。これは決して美談ではない。極めて現実的で、しかも冷徹な計算が裏にある。なぜなら、信頼とは数値ではなく関係の中でしか育たないと、彼らは知っているからだ。さらに、驚くべき姿勢は同業他社への態度にも現れた。トヨタは、マツダやスバルといった他の日本車メーカーとも、今回の危機を乗り越えるために協調的に連携していた。これは、競合他社に手を差し伸べるという、日本では珍しくないが世界では極めて稀な行動だった。ドイツの自動車関係者が、これはドイツでは絶対に起こり得ない、と語ったという報道もある。この、共存共栄の精神、そこには、日本の戦後復興において社会全体で痛みを分け合ってきた記憶が息づいている。どこかの企業だけが栄えても、社会が壊れれば誰も生き残れない。そのことを、敗戦からの瓦礫の中で日本人は学んだ。そして今もなお、その記憶は企業文化の奥底で静かに生きている。あなたは、そうした文化を時代遅れだと感じるだろうか。それとも、この混沌の時代に必要不可欠な羅針盤だと感じるだろうか。この問いは、ただの企業分析では終わらない。私たち一人一人の価値観を試している。急速に進化するテクノロジーと、変わらぬ人間性。その間で揺れ動く世界で、私たちはどんな決断を下すのか。実際、今回の関税ショックは、単なる経済の事件ではなかった。それは、経営とは何か、企業の使命とは何か、成長とは誰のためにあるのか、といった本質的な問いを、すべての人に突きつけた。そしてその中で、トヨタが見せた静かな立ち振る舞いが、まるで暗闇に灯された一本のろうそくのように、多くの人々の胸に残った。危機は企業を試す。そしてその時、表面ではなく根があらわになる。企業がどれほどの規模であっても、どれだけの資本を持っていても、その文化と哲学が浅ければ、嵐の中で折れてしまう。だが、時の流れに耐えてきた思想だけが、その嵐を、成長の雨、として吸収できるのだ。トヨタはその典型だった。あなたが経営者であろうと、ただの消費者であろうと、この物語は無関係ではない。なぜなら、どんな商品を選ぶか、という日々の小さな選択が、社会の未来を形作っているからだ。あなたが選ぶ車、選ぶサービス、応援する企業それらすべてが、どんな価値観を支持するのかを示している。つまり、未来は無意識の選択の連鎖によって構成される。そして今、静かに未来を変えたのは、慌てなかった企業、だった。さらに深く考えてみてほしい。なぜ、世界中の投資家が、1兆円の減益予想にもかかわらずトヨタを売らなかったのか。そこには、目先の利益よりも、態度、や、哲学を評価する新たな動きがあった。数字を読むだけではたどり着けない価値、すなわち、経営の人格が今、注目されているのである。中国の市場関係者はこう語った。日本企業の強さは、三宝石にある。と、顧客のために価格転嫁を我慢し、従業員のために雇用を守り、取引先のために事業を継続する。この、三方よしに似た構造は、儲けよりも信頼を重んじる文化を育ててきた。それが、短期的には不利に見えても、長期的には必ず信用となって帰ってくる。これはもはや企業倫理ではない。国家の経済哲学なのだ。そして日本人自身も、改めてその価値に気づき始めている。ジタバタしない。この一言がこれほど強く、世界に響く日が来るとは、誰も想像しなかった。今やそれは、単なる企業方針ではない。自己の軸を見失わず、
外圧に迎合せず、自らの信念で未来を掘り進む者たちの合言葉になった。あなたはこの言葉をどこで使うだろうか、生活の困難の中でか、人間関係の迷いの中でか、それとも自分の夢が揺らぐ瞬間にか、どこであれ、この言葉には力がある。なぜならそれは、揺るがぬ強さを自分の内側に見出す術だからだ。世界はこれからも予測不能な事態に見舞われるだろう。新たなパンデミック、テクノロジーによる雇用の再定義、気候変動による産業構造の変革、そのすべてが企業と個人に決断を迫るだろう。そしてその時、試されるのは慌てずにいられるかどうかという一点に尽きる。トヨタが示したこのあり方は一過性の成功物語ではない。それはむしろ現代社会における一つの羅針盤である。物事の本質を見極め、他者と共に歩み、時間を味方につける。その静かな力が混乱の時代にこそ必要なのだ。最後に、あなたにもう一つだけ問いかけたい。もし今日、あなたが人生の分岐点に立っていたとしたら、どちらの道を選ぶだろう。速くて派手だが不安定な道か、遅くて地味だが確かな道か、ジタバタしない。この言葉が心の奥で静かに響いたとしたらもう、答えは決まっている。そして、物語は終わらずに続いていく。トヨタが静かに見せた抵抗の形は、ただの企業戦略ではなかった。それは、21世紀の資本主義に対する反論だった。あまりに多くの組織が短期的な指標を成功の証と信じ、成長のグラフを右肩上がりでしか想像できなくなった現代において、トヨタはまるで時代の縁を歩くように、あえて逆らう道を選んでいた。関税という名の衝撃がもたらしたものは、経済的な勝敗ではない。それは、資本主義というゲームのルールを書き換えるための問いだった。アメリカが自ら仕掛けたこの一手は、結果として日本企業の哲学的経営の正当性を証明する舞台を提供することとなり、皮肉にも自国企業を最も苦しめたトランプの意図がアメリカの雇用を守ることにあったのだとすれば、それは現実として日本車がアメリカ国内で作られていたという事実により、真逆の結果を招いた。アメリカの消費者は賢かった。生産地を見た。工場の所在地を見た。そして気づいたのだ。愛国的な選択は必ずしも国産ブランドではないと。この意識の変化こそが世界の消費構造を静かに書き換える起点となった。もはやブランドの国籍は信頼や品質の判断軸ではなくなっている。今、世界中の消費者が見ているのは、その企業がどこで、どのように、誰のために働いているのか、という物語だ。ストーリーがない製品は、共感を得られない。そして、共感がない企業は、未来に残ることはできない。トヨタはその物語を、数字ではなく、態度、で語った。語らずして語る。誇らずして尊ばれる。主張せずして受け入れられる。それは、武器を持たずに戦う静かな革命だった。そして今、その革命の精神は、他の産業にも波及し始めている。スタートアップや中小企業、テック企業、さらには地方の伝統産業に至るまで、共通して問われるようになった。あなたの選択は、誰を支えているのか、あなたの事業は、未来を耕しているか、この問いに答えられる企業だけが、次の時代へと進むだろう。そうでないものは、どんなに資本を持っていても、どんなに技術力を誇っていても、時代の波に溶けて消える。四季は、そうした哲学の具現化として、今も静かに広がっている。そこには車だけでなく、暮らし、エネルギー、ケア、教育、そして人と人のつながりが織り込まれている。都市、という概念を根底から再定義するこの実験は、テクノロジーの先進性ではなく、人間のあり方に基づいて設計されている。そして、未来の答えは、誰かが与えてくれるものではない。それは、今この瞬間の選択の延長線上にある。あなたが今日、何を見て、何に共感し、何に価値を感じるのか、それが未来を作る。だからこそ、トヨタが世界に問うた、ジタバタしないは、企業だけの言葉ではない。
それは、私たちすべてに向けられた問いかけでもある。混乱の中で立ち止まることは、逃げることではない。不安の中で静けさを選ぶことは、弱さではない。大きな声が飛び交う時代に、沈黙の中で答えを見つける強さ。それが今、最も必要とされている。この時代を生きる私たちは、何を信じるのか、どこへ向かうのか、そして、どんな価値を次の世代に手渡すのか、それを決めるのは、政府でも市場でもない、あなた自身だ。そして、もしもその選択が、誰かを守り、何かを継承し、未来の光を育てるものならその時、あなたもまた、ジタバタしないもの、としてこの物語の一部になっているのだ。